のささやきの朗読や呪物を扱うようになって10年になる。正確に言えば集めているというより寄ってくると表現した方が近かった。骨董市や古物商から買い取ることもあるが、妙に向こうから転がり込んでくる品の方が圧倒的に多かった。拾ったり郵便受けに入っていたり、玄関前に置かれていたり。その日も仕事帰りに会社裏の抜け道を歩いていたとき、足元に一つのお守りが落ちていた。色は汗、紐は擦り切れ、持ち主が長く肌身離さず持っていたのが分かった。しかし奇妙だったのは、まるで昨日作られたみたいに汚れがないことだ。雨の跡も、埃も、アスファルトの黒ずみもついていない。呪物を扱う者の感覚として一番嫌な清潔さだった。拾い上げた瞬間、布の中で何かが動いた気がした。虫ではない。もっと形の曖昧な温度のあるものがゆっくりと指先に寄ってくる感触。だが、この手のものには慣れている。俺は持ち帰る前提でポケットへ入れた。俺の部屋には呪物の扱いに慣れたものが整えるべき手順がある。帰宅後、まず玄関の棚に置き、状態を確認し、必要があれば隔離をする。その夜も同じように棚に置き、触れてはならない部分を確かめるために照明を少し落とした。気配が弱すぎた。呪物なら本来持ち主の残した念や道具そのものに染みついた歪みが匂う。だがそのお守りはまるで空っぽの袋だった。それが逆に不気味だった。空っぽのものが一番厄介なことを俺は知っている。そのまま棚に置き、何も感じないまま夜になってしまい、寝た。翌朝、玄関に来て固まった。お守りが棚の上のいつもの位置に置かれていた。俺が呪物を管理するときだけ使う定位置。そこに昨日置いていないはずのあのお守りが、まるで最初からそこにあったように座っていた。棚の定位置に置かれたお守りを見た瞬間、まず思ったのは、俺は昨夜ここに置いていない。呪物を扱うときは必ず手順を守る。棚の左側は家に入れてはいけない可能性のあるものを仮置きする場所。右側が管理対象として扱う定位置。お守りは右側にあった。持ち帰ったばかりの呪物をそんな場所に置くはずがない。眠気のせいで間違えたという可能性も一応考えたが、昨夜棚の左側に置いた映像が頭の中に鮮明に残っている。なら誰が動かした？その瞬間、
玄関の静寂の中でわずかに空気が揺れた。風でも換気でもない。誰かが立っていた高さの空気だけがゆっくり冷えていく時の感触だった。お守りを手に取って裏を確認した。布は硬い。紐も古い。壊れやすい構造はしていない。それでも中身だけが重くなっている。昨夜持ち帰った時はただの空袋のように軽かった。だが今は砂を一握り詰めたほどの重みがある。中を開ければわかるはずだが、呪物コレクターとしての経験で触れてはいけない時の重さだと直感した。さらに奇妙なのは、お守りそのものではなかった。棚の定位置は俺しか知らない。友人も家族も合鍵を持っていない。宅配業者が勝手に入る形の部屋でもない。つまり昨日拾ったお守りは俺の家の中で俺の動線を理解した位置に移動をしたということになる。そこまで考えて背筋が冷えた。家を知っているというより、俺の癖をすでに学んでいる動きだった。その瞬間、寝室の奥の方からごくわずかな音がした。小さな木片が床に落ちたような、そんな音。だが俺の家に落ちるような木片なんて置いていない。音の方向を見て思わず息を飲んだ。寝室の入り口の少し手前、床の上にもう一つ小さな布片が落ちていた。昨日拾ったお守りと全く同じ布、同じスレ、同じ色あせ、同じ糸のほつれ。まるでお守りそのものが部屋の奥へ誰かを導くようにちぎって落としたみたいだった。床に落ちた布片はお守りそのものと全く同じ質感だった。拾い上げると指に吸い付くような湿り気がある。夜露のような冷たさだが、部屋は暖房が入っている。外から持ち込まれたものではない。いや、そもそも俺の家の中で同じ布が発生をするという状況が異常だった。もう一度玄関の棚に戻ると、そこに置いたお守りは少しだけ角度が変わっていた。昨夜、棚の左側にそれは置いた。朝起きたら右の定位置に移動をしていた。そして今、数分前に見た位置からさらにゆっくり右に回転をしている。俺は呪物コレクターとしてどうしても確かめたいことがあった。お守りが自力で動いているなら、その動きには意図がある。棚の位置、家の作り、俺の生活動線。それを理解しているとしか思えない移動だった。なら、この家のどこを知りたいのか。そして、落ちていた布片が寝室の方向を示していた理由。
俺はゆっくり寝室の入り口まで歩いた。照明はつけず、薄暗い廊下のまま。その瞬間、寝室のドアの隙間から、ふっと小さな影が横に滑った。人ではない。もちろん動物でもない。ただ、お守りの形をした影が走ったようにしか見えなかった。胸の奥で何かが引っかかった。このお守り、家じゃなくて、住人そのものを覚えようとしている。寝室の奥から布が擦れるようなわずかな音がした。足音でも呼吸でもない。布団の端を誰かがつまんでゆっくり引きずるような、そんな音。俺は反射的に電気をつけた。明るくなった寝室の中央、そこに昨日拾ったお守りが立っていた。床に接しているはずのない底面だけが畳の上にまっすぐ沈むようにして存在していた。玄関の棚に置いたはずのお守りが布片を落としながらまっすぐ俺の寝室まで移動してきたらしい。そして俺の寝具のすぐそばにピタリと向けられていた。まるでここがお前の弱い場所だろうとそう告げるみたいに。その日からお守りは家のどこかへ勝手に移動するようになった。棚、台所、浴室、ベッドの脇。気がつけば俺が必ず通る場所に現れる。処分？そんなの無理だった。手を触れた瞬間、あの日よりさらに重くなっていたんだ。重さじゃない。気配の密度が濃くなっていた。今も家のどこかにいる。明かりを消すと小さな布の擦れる音が必ず聞こえる。まるで住人のすべてを覚えきるまで家の中を歩き続けるつもりでいるように。古い面を集めるようになったのは、呪物の中でも顔があるものが一番動きがわかりやすいからだ。表情や角度が少しでも変わればすぐ異常に気づける。逆に扱いを間違えると一番厄介でもある。だから保管棚は温度と湿度を常に一定に保ち、決して重ねず一枚ずつ薄布を挟んで並べている。あの面を手に入れたのは地方の骨董市だった。誰も触らず、誰も値段を聞かず、店主さえ表に出さず、ただ机の端に置かれていた。朱色の剥がれた能面のようなそんな顔。表面は割れ、裏面はすすのような黒さが残っていた。近づいただけで鼻の奥がむずがゆくなるほど古い木の匂いがした。手に取った瞬間、裏側がぬるいと感じた。人肌の温かさとは
少し違う。触れた部分だけ誰かがずっと押し当てていた布のように湿った温度がある。買ってはいけないと頭のどこかが警告をしていた。だが呪物コレクターとしての悪い癖で、触れた瞬間に動くものほど確かに価値があると確信をしてしまった。部屋に持ち帰り棚の中央に置く。この棚は特に俊敏なものを入れておく場所で、夜中に動くことも想定して余白を広くとっている。周囲の他の面には何も変化はない。いつも通りの静けさだった。翌朝、棚を見た瞬間、違和感で心臓がヒュッとつかまれた。昨夜、確かに表面を見せておいたはずのその面が裏返っていた。裏面がこちらを向いており、すすで黒ずんだ木肌がむき出しになっている。誰かがひっくり返したとしか思えない向き。だが当然、家には俺しかいない。さらに裏側の中央、木の繊維がほんの少し丸く削れたようにへこんでいるのが見えた。指先でなぞる。へこみの形が妙に規則的だ。まるで昨夜誰かが裏側から指で押した後にしか見えなかった。その時、棚の奥から乾いた木がわずかにきしむような音がこくりと小さくなった。面は動いていない。風もない。気温も一定だ。なのに瞬きの音だけが残った。そんな錯覚がするほど一瞬だけ部屋の空気が揺れた。俺はその面の裏側をもう一度しっかり見た。そして気づいた。昨夜確かになかったはずの傷が裏側の縁に一箇所だけ増えていた。誰かがそこから這い出そうとしたような傷跡が。裏返った面を棚から取り上げた瞬間、木肌の奥でぬるりとした温度が指先に広がった。昨夜より暖かい。いや、温度というより誰かの手のひらの残りみたいな人の温度だった。その瞬間、棚の一番下、布をかぶせて保管をしていた別の面がわずかにカサッとなった。だが動いてはいない。ただ布の中で体重をかけ直したような沈み方をしただけだ。だが呪物を扱う身からすれば、その微細な揺れですら十分異常だった。俺は落ち着いて深呼吸をし、例の朱色の面を裏返してゆっくりと見た。裏側の中央にあった押した跡が昨夜より深くなっていた。円を描くように木がわずかに削れている。まるで指が何度も押し当てられていたかのように。そこからふっと木くずが一粒だけ落ちた。自然劣化では
ありえない方向だった。裏側の内側から外へ向かって弾けたようなかけら。つまりこの面の中で何かが押している。そう考えるより前に玄関の方でギーッと小さなきしみがした。誰もいない。鍵も閉まっている。当然訪問者なんていない。だが玄関の壁にかけていた木の札が勝手に揺れ終わった後の位置で止まっていた。揺れの原因は一つしかない。棚のある部屋から何かが通り過ぎて玄関まで行った時の空気の流れ。俺は朱色の面を両手でしっかりと持ち、玄関の方へ向かってゆっくりと歩いた。廊下の空気がまるで人が歩いた後の温度になっている。少しだけ湿って温度差が残る。そして玄関マットの上、そこに木くずが一筋線を描くように落ちていた。面の裏側の木が削られたものと同じ質感、同じ色。玄関に向かって細く伸び、まるで足跡の代わりのように続いている。俺は息を飲んだ。木くずの終点は自分の靴箱のほんの小さな隙間だった。覗き込むと暗い空間の奥で何かがスッと動いた気がした。影かと思ったが、影にしては形が不自然だ。細い、人の指ほどの太さ。けれど節の位置が人より多い。あの面の裏側に刻まれた指の形を思い出した。その形と今見えた影は全く同じだった。俺が固まったまま見つめていると、靴箱の奥からコツッと木をゆっくり叩くような音がした。出してくれとも、ここにいるとも言わない。ただ裏側から外の世界に触れようとしている存在の音だった。靴箱の奥から聞こえたコツッという音は爪でも木片でもない。節の多い指が木の板をゆっくりと押した時の音だった。俺は面を抱えたまま玄関にしゃがみ込み、暗闇の奥を凝視した。しばらくすると何かが内側からゆっくりと押し広げようとする動きが見えた。板がわずかにたわむ。その裏で何本かの細い影が寄せ合うようにして動いている。まるで面の裏側に隠れ続けていた指が外の空気を探している。そんな動きだった。俺はゆっくりと後ずさりをしながら朱色の面に目を向けた。裏側のあの押された跡。昨夜は一つだった。だが朝は深くなっていた。そして今は三つに増えている。
そしてその三つ目のへこみは、まるで指を外に出す順番を揃えているように並んでいた。俺は嫌な予感がして、ゆっくり面を傾けると、裏側の布がかすかに膨らんだ。中で何かが息をしている。その瞬間、靴箱の奥でパキッと木がひび割れた。暗闇の隙間から一本の影がぬるりと前に伸びてくる。細い。節が多い。曲がり方が人間ではない。それがゆっくり玄関のタイルをなぞると、タイルの上に細かい木くずが落ち始めた。まるで面の裏側の木が削れた粉そのものを刻むように。そして影は俺の足元のすぐ手前で止まった。待っている。出る許しを求めているのか、それとも主人の前に来たということなのか。俺の呼吸が浅くなった時だった。手に持った面の裏側からはっきりとトンと叩く音がした。それは内側から、この世界へ向かって。俺は反射的に面を床へ置いた。その瞬間、靴箱の奥へ伸びていた影が面の方へと吸い寄せられるように戻っていった。木と布が擦れる音だけが響く。やがて影は完全に消え、面の裏側に刻まれたへこみだけが残った。だが、それで終わりではなかった。翌朝、棚を見ると、面は表を向いて笑っていたんだ。割れたはずの口元が昨夜よりもわずかに広がっていた。そして裏側のへこみは4つ増えていた。まるでまだ出てきていない指が順番を待っているかのように。あれから毎晩、面は棚の違う位置に裏返っている。その度に裏側のへこみは増え、表側の笑みは深くなる。いつかあの指が全部揃ったらどうなるのか、俺は分かっている。多分面から出てくるんだ。俺の家はもうどこにも逃げ場はない。どこに置いても夜になると必ず裏側をこちらに向けてくるからだ。まるで外に出る日が近いことを知らせるために。俺が集めている呪物の中で最も扱いが厄介なのは入れ物だ。中身ではなく入れ物そのものに由来があるタイプ。箱、壺、古い木箱。こういうものは開けた瞬間より閉じたまま動く時の方が危険だ。その箱を見つけたのは倉庫を引き払うという古物商の手伝いをした時だった。
埃をかぶった棚の一番奥。誰も片付けをしようとしなかったその位置に、黒ずんだ木箱がひっそり置かれていた。手のひらより少し大きい程度で、蓋は古い紐で何重にも縛られている。ただの小道具なら触れても何にもない。だがその箱は近づいた瞬間、箱の内側だけ呼吸をしているような、そんな温度を感じた。俺は手袋越しに箱をつかみ、これは処分しないで預かるよ、とだけ古物商に告げて持ち帰った。家に帰り、いつものように玄関の棚の左側へ置いた。左側は得体が知れない段階のものを一時的に隔離する場所。右側は管理可能な品だけを置く定位置だ。その夜はそれだけをして眠りについた。翌朝、玄関に来て俺は固まった。箱が棚の右側、定位置に置かれていたんだ。誰が移動させた？当然、家には俺しかいない。鍵は閉まっていて、侵入された形跡もない。しかも、右側の位置は、俺の癖を知らない者が置ける場所ではない。高さ、角度、そして距離。呪物が暴れた時でも棚から落ちにくいように、俺だけが決めた最適な場所だ。だが嫌な予感がした。箱に触れる。昨日より温度がわずかに上がっていた。中で誰かが体を起こしたようなぬくもり。紐はほどけていない。蓋も動いていない。しかし箱そのものは確実に動いた。試しにその日の夜、箱を棚の左側からさらに遠い玄関から死角になる床の上へと置き換えてみた。誰かがどう見ても置き忘れたもののような雑な位置だ。俺は部屋の明かりを消して眠りについた。翌朝、玄関を開けて息が止まりそうになった。箱がまた右側の定位置に戻っていたんだ。動いた距離は明らかに昨夜より長い。散歩ほどの距離をまるで歩いたように正確に戻っている。触れればまた内側からじんわりと温度が伝わる。中身は動いていない。だが箱自体が帰るべき場所を知っている。棚の右側、俺が決めた場所。そしてその時気がついた。棚の定位置のすぐ脇に細い木くずが一筋だけ落ちていたんだ。まるで箱がそこへすり寄ったような跡だった。箱が定位置へ戻る現象はその翌日も続いた。夜、棚の左側に置く。翌朝には右側。位置は毎回誤差なく同じ場所。試しに箱の前に小さな紙片を落として
動線を塞いでみた。動けば紙がずれる。紙が破ければ足跡の代わりになる。翌朝、箱は定位置にあり、紙片は真っ二つに裂けて左右に避けられていた。ただ移動したのではなく、そこを通ることに迷いがない動きだった。俺はその日の深夜、玄関の照明を消し、棚の前に座って待つことにした。静かだった。風もなく、部屋全体が止まったような空気。数分後、棚の下の暗がりで、ススッと何かが擦れる音がした。箱は動いていない。だが、棚の下、目の届かないスペースに、確かに何かが張った音がした。俺が息を殺して耳を澄ませた瞬間、ス、スー、ススと床の上を這うような音が部屋の隅に回り込み、その後完全に消えた。棚を見る。だが箱は動いていない。箱の表面に目を向けた途端、背中に冷たいものが落ちた。昨夜までなかった小さな傷が蓋の端に刻まれていた。引っかき傷ではない。押し込むようにへこんだ跡。丸い形の跡が一つだけ。まるで指だった。俺は箱を持ち上げ、耳を近づけた。だが、中は静かだ。何かが動く気配もない。だが、箱の重心が昨日の位置ではないことが手のひらで分かった。中の何かがわずかに位置を変えた。そんな変化。その後の数日、現象はエスカレートした。棚の定位置に置く。朝には戻っている。この繰り返しは変わらなかった。だが、戻り方が徐々に速くなっている。最初は一晩。次は数時間。ある日は置いて5分後には定位置に戻っていた。そしてある夜、台所で湯を沸かして戻ると、俺の足元のすぐそばに箱が置かれていた。棚の右側ではない。俺の真正面。胸の高さから落としたように正確に向きを合わせて。箱の蓋には昨日一つだった丸いへこみが二つに増えていた。その形はどう見ても指の跡だった。その夜は無理に寝ようとはせず、布団の上で深く呼吸を整えながら、箱がまた動く気配を探っていた。深夜3時、部屋の中がふっと冷えた。そして暗闇の向こうでコツコツと木と木が触れ合うような音がゆっくり近づいてくる。その音は俺の足元で止まり、わずかに箱が揺れた。まるで
開けてほしい、そう言っているみたいに。深夜3時、足元で止まったコツコツの音は、中の何かが蓋を押している音だとすぐに分かった。箱は震えてはいない。外側は静かだ。だが内側で確実に誰かがノックをしている。開ける気はなかった。呪物コレクターとしての感覚でわかる。開けた瞬間、その距離がなくなる。だが動きはそれで終わりじゃなかった。俺が視線を外した瞬間、箱がカタッと自分で向きを変えたんだ。棚の方ではない。玄関でもない。俺の顔の方をゆっくりと正確に向いた。蓋の紐は縛られたまま。箱の重さも変わらない。それなのに生き物に近い角度の動きをした。その時、箱の側面に刻まれた二つの丸いへこみが暗闇の中でぼんやり浮かび上がった。指だ。昨日より深い。まるで蓋の裏側に指をかけて外に出ようとしている、そんな跡。しばらく見ていると、その丸いへこみがゆっくりと押し広がった。木材がきしむ。箱の内側から何かが蓋を押し破ろうとしている。俺は後ずさりをした。すると急に部屋の空気が狭くなった。まるで箱から伸びた何かの存在が部屋全体を埋めていくように。はっきりと歩幅のある音になっていく。蓋を押していたはずの指の動きが止まり、次の瞬間、箱の前の空気が明らかに形を持った。影ではない。光でもない。ただそこに何かが立っている密度だけが生き物の輪郭のように感じ取れた。箱から出たんだと理解するより早く、俺の横をスッと通り抜ける気配があった。肩が勝手に沈み込むような人一人分の重さ。次の瞬間、玄関の扉が誰も触れていないのにギギーッと開いた。隙間は細い。人が通れるほどではない。だがそれは通り抜けた。空気だけが押し出されるように廊下へ流れ、箱の方を見ると蓋のへこみが3つに増えていた。戻ってきたんだ。中身だけ外に出て。戻るときはまた箱を使うらしい。それから毎晩箱は決まって棚の定位置に戻り、へこみの数は一つずつ増えている。4つ、5つ、6つ。まるで外に出るための指が全部揃う日が近づいているとでも言うように。そして今は
7つある。蓋はもう保てない。そろそろ全部が揃う。その時はきっと箱じゃなくて俺の方に戻ってくるんだ。